はい、セリカさんです。今回はホームセンターのカインズで販売されている水性クリアがどんな見た目になるのか試していきます。クレオスの水性クリアとの比較も一緒にしていくので、気になる人は最後までご視聴お願いします。それでは早速やっていきましょう。さっきも言いましたが、このスプレーはカインズで販売されていて、スプレー缶にはカインズのマークがあるので、多分プライベートブランド商品だと思います。クリアとマットクリアの2種類があって、内容は 300ml で798円でした。プレミアムトップコートは内容量が 88ml で定価が770円です。同じぐらいの値段で内容量が 3.5 倍ぐらい違うので、ちゃんと使えるならかなりお得になるかもしれないので実験してみました。今回の実験は透明のプラ板に各番手のヤスリ跡をつけてからクリアを吹きかけてどんな見た目になるのか確認していきます。なので最初は透明のプラ板を使ってテストピースを作っていきます。テストピースはそれぞれ長方形に切り分けて分かりやすいようにマスキングテープで名札をつけていきます。カインズのクリア用とクレオスのクリア用を各ヤスリの番手ごとにテストピースを作ったので結構枚数が多くなりました。テストピースができたら各番手ごとのヤスリで表面を削っていきます。今回使用するヤスリの番手は画面に表示しておきます。ヤスリ跡は本来のヤスリの使い方通りにつけていきます。例えば800番までのヤスリを使うテストピースなら400、600、800のようにヤスリを使っていきます。枚数が多くて大変でしたが動画を見ながらのんびり作業してました。ヤスリ跡をテストピースにつけたら水できれいにした後にクリアを吹きかけていきます。超音波洗浄機でやってもよかったのですが名札が取れるかもしれなかったので手で洗浄しました。テストピースは小さくて1枚1枚吹きかけるのは面倒なので段ボールに貼り付けて吹きかけていきます。普通の両面テープだと剥がす時に大変そうだったのでマスキングテープで固定しました。あとはスプレーで吹きかけるだけですがその前に中身を攪拌しておきます。カインズのスプレーは大きいので2分くらい振っています。 300ml だと普通に持つ分には気になりませんがずっと振っていると地味に疲れてきます。攪拌が終わったら吹きかけます。特に気になった点もなく吹きかけることができました。スプレーの使い方に気をつけてやればクレオスのプレミアムトップコートと同じ感覚で使えました。クレオスの水性クリアはエアブラシでやりました。この実験をした時にスプレーのプレミアムトップコートの中身がなかったのですぐにできるエアブラシでやりました。スプレーでもエアブラシでもほとんど違いはないので今回の実験では気にしていません。1日乾燥させたらテストピースを剥がしてそれぞれの見た目を比較していきます。全部の結果を写すと動画が長くなるのである程度厳選して写していきます。まず基本としてヤスリ跡をつけていないテストピースを比較します。左からクリアなし、クレオスのクリア、カインズのクリアの順番で並んでいます。どっちも光沢らしく綺麗な見た目なのでプラスチックに吹きかけるならどっちも使えそうです。次に艶消しですがこれはかなり違いがありました。クレオスのクリアはすごく曇っていますがカインズのクリアは半光沢のような見た目でした。クレオスの艶消しほどでないにしても艶消し効果はあるので使用目的によって使えそうです。次に400番までのヤスリ跡を見てみます。さすがにどっちも400番のヤスリ跡を消すまでの効果はありませんでした。ただクリアをしているだけあってある程度は傷を埋めているのでクリアなしよりかは綺麗になっていました。艶消しの方は曇っているおかげで細かい傷が目立ちにくくなっています。よく見ればヤスリ跡が見えるのですがこの映像のように近くでしっかり見ないとわからないぐらいです。細かいことが気にならない人ならこれでもいいかもしれません。次に1000番までのヤスリ跡を見てみます。ここまで来るとどっちのクリアでもヤスリ跡を埋めて綺麗な見た目になっています。ヤスリ跡が消えてもともとテストピースについていた大きな傷が目立つようになっています。ちなみに800番までだとヤスリ跡は割と目立っていたので光沢クリアだと1000番が境界線になりそうです。艶消しの方はヤスリ跡が400番の時よりもっとわからないようになっています。艶消しに関しては400番の時点でほとんどわからなくなっていたので順当な結果ですね。より綺麗にしたい場合はここまでやってみるのもいいと思います。最後に2000番を確認します。正直1000番より少し綺麗になったような気がするぐらいでほとんど違いがわからないです。クリアパーツをやるならここまでやった方が安心できますが普通のパーツならここまでやる必要はないです。艶消しも確認してみますがもちろんヤスリ跡は綺麗に消えています。やっぱり気になるのは艶消し効果の違いぐらいです。どっちのクリアが優れているとかではなくて目的に合わせて使ってお金の節約にしてください。それじゃあこれで動画を終わりにします。次の動画でまたお会いしましょう。